はい、どうも、てるんです。また今回からいつも通りのソロ動画というか、通常操業に戻ります。で、まず1点、この動画に入る前に1個告知というか、ご報告をさせてもらいたいんですけど、バッグをからって店内を歩けないでおなじみのビレッジヴァンガードさん、通称ビレバン。そのビレバンさんとのコラボグッズがこの度販売が決定しました。で、今こちらに多分2枚お写真を出してると思うんですけど、販売開始時期としては8月3日からになります。で、店舗としては全国8カ所だけなんですけど、今回はビレッジヴァンガードさんのオンラインサイトの方でもご購入いただけます。で、グッズとしては T シャツ、リストバンド、キャップ、それからスマホケース、モバイルバッテリー、ハンドタオル。で、ハンドタオルに関しては全部で10種類あるみたいです。で、この販売開始いたしましたら、僕の Twitter とか、僕の動画の方でもまたご報告させてもらいますので、ぜひよろしくお願いします。で、今回の動画なんですけど、今回こんだけおめでたいことというか嬉しいことがあったんですけど、特に豪勢な食材でバーンとお祝いするというわけではなく、ちょっと一度初心に戻ってクラシックな和食というか、ザ和食というか、サムネイル通りだし巻き卵を巻いていこうかなと。そこまでうまいわけではないんですけど、どうか温かい目で入れてもらえたら幸いです。というわけで早速今日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。まず今回のオープニング通り、今回だし巻き卵を巻いていくんですけど、もちろん今回必要になってくるのが、こちらのお出汁ですね。もうこれまで幾度となく取ってきたお出汁ではあるんですけど、今回も丁寧にいきましょうか。ただ最近このお出汁を取る映像ずっと続いてるので、取り方自体には丁寧にいくんですけど、結構編集でダイジェストにギュッとまとめますね。まずだし昆布を3時間ほど水で戻したら、これを火にかけて、この時の火加減は強火。70度になったら火を弱めて、60度から70度をキープしながらこのまんま弱火で10分間煮出す。10分経ったら一度取り出して再び強火にかけて、そしたらこのアクとぬめりを掃除して綺麗になったら火を止めて、鰹節加えの今回3リッターなんでわしっと3つかみぐらい。そしたらこのまま静かに 2,3 分煮出して、あとはこれをこせばお出汁の完成。では早速この取り立て新鮮なお出汁を使ってだし巻き卵をと、その前に今回このだし巻き卵とご飯の他にお味噌汁とそのものを作っていこうと思うんですけど、まずはそれらを仕上げて最後にだし巻きを作っていこうかなと。で、そのお味噌汁とそのものに使うお野菜たちがこちらのきゅうりと冬瓜とオクラ。もう夏野菜の美味しい時期ですね、ほんと。結構勘違いされやすいですけど、この冬瓜って夏が旬のお野菜ですもんね。で、しかもこんだけ可食部があって100円というね、まさに家計の味方。では、まずこのお野菜関係の下処理から参ります。で、今回こういった感じで分厚めに切って緑が残らんことしてあるんですけど、これ皮のとこをピーラーでさーっと剥いてあげるとちょっと甘みが残ったような感じになりますんで、ちょっと歯応えは強いけどね、どちらにするかはお好みで。なんかね、この皮を上にするより皮を下にした方が断然切りやすい。で、こっちの身の部分とはまた別に、こちらが皮でこっちが綿。こっちの身は味噌汁の具材にして、こっちの2つはそのものにしようかなと思います。結構しっかりめにしようと思うんで。はい、次。で、こちらのきゅうり、いつもならこう塩バッと振って板ずりにしてこの細かいトゲをね、取るんですけど、なんかちょっと形的にやりにくそうなんで、今回は包丁の背でこうやってしごき取りましょうか。そうしましたら、こっちのきゅうりは綿抜こうかな。
これに関してはさすがの僕でもわかる。切りすぎた。まだわかんないけど、もしかしたらこれでもう一品作るかもしれないです。パパッとできるなんか即席サラダみたいなやつ。まあ、とりあえず、はい次。というところで、この野菜の切り付けが終わったので、例えばこの冬瓜は下茹でしたりとか、オクラの板ずりとか、あとその他諸々の塩もみとか、そういった作業に入っていきます。ではまずこちらの冬瓜の白いところからいきましょうか。大根を下茹でする感覚で、まだ冷たい状態のお水に、さっとお塩振って、んで冬瓜加えて、んで火にかけて、っていうところで結構沸いてきましたね。ならばこのアクをちょっとお掃除してあげて、今までこういう感じでこう白っぽい感じと思うんですけど、これが大根みたいにこう透明になっていきますんで、こういった竹串がスッと通れば OK。これで今沸騰してから10分ほど経過したんですけど、もうだいぶ柔らかくもなったので、冬瓜の下茹で終了。で、なんかこのお湯がもったいないので、今回もう一個の具材である豚肉も一緒に下茹でしちゃいましょうか。あとはさっと塩を洗い流して、こっちが冬瓜の皮と綿で、こっちがきゅうり。両方ともギュッと絞って水分は結構抜いてあるんですけど、さらにダメ押しでもうペーパーでもしっかりと水分切って、これで酢の物の処理終了。で、やっぱちょっときゅうり多すぎましたね。酢の物に使う分はこのくらいでいいかな。こっちは後ほどこうパパッともう一品作りましょうか。ごめんなさいね、また調理編長くなっちゃうね。まあでもパパッとできますんでね。で、完全にオクラのことを忘れてましたね。さっとお塩振って、この板ずりで表面の薄い皮を取って、そしたらこの表面の塩がついたまんま沸騰したお湯にドン。これで勝手に塩茹でになってくれますんでね。さっと漂わせたらざるにとって、余熱で火が入らんことこうやって仰いであげて、ということで改めまして野菜の下準備が終わりましたので、これらを全部合わせて、ここでスペシャルゲストの登場。刺身用のわかめと海藻サラダ。この海藻サラダって美味しいよね。最近僕ハマってるんですよね、これに。もうこれを加えるだけでレベルが8ぐらい上がりますもんね。で、今回合わせるのが3倍酢なので、こちらの調味料たちですね。こちらからお酢、薄口醤油、煮切ったみりん、お砂糖ですね。で、比率としましては2対1対1対 0.7。わりかし結構酸味とか甘みが強い比率やと思います。そしたら一度全部合わせて、砂糖が溶けきったら、あとは和えるだけ。あとは容器に入れて、食べる時まで冷蔵庫でキンキンに冷やしとけば完成。で、こっちのちょっと多すぎた分のきゅうりなんですけど、そういえばこれがあったなぁと思いまして、これ何かというと、だし巻き卵には欠かせないこの大根おろしの大根。これの皮なんですよ。で、この皮はちょっと夜食で食べようかなと思って、このくらい細く切って塩もみにしてたんですよね。なのでこの2つを使ってパパッとした和え物というかサラダを作っていこうかなと。今回味付けに使うのはこの3つだけですね。ツナ缶とレモンとお塩。お塩は使わないこともあるし、レモンは4分の1個分ぐらいかな。で、今回このレモン皮ごと使うんですけど、皆さんご存知の通り、外国産のレモンとかって結構防腐剤をね、皮に散布してあったりするので、僕は必ずいつも国産のレモンを使うようにしてます。そうしましたら、このオイルごとまずツナ缶加えて、
あとはさっとあえて、このタイミングでちょっと味を見てあげて、もししょっぱさが足りんようであればちょっとお塩を振るだけ。あとはこれも密閉してあげて、冷蔵庫でキンキンに冷やしておけば完成。ではここからいよいよだし巻き卵に入ります。まず卵液の方から合わせていこうと思うんですけど、材料としては卵、おだし、薄口醤油、お塩。もしだしの素とかが使われるんであればこのお塩は必要ないかなと思います。ちなみに僕はお砂糖とかは使わないタイプですね。で、比率としてはこちらから3個 90cc、 1つまみ小さじ1/2、1つまみだからこの3本指で掴んだ時の1回分んで、今回の比率的に結構お出汁多めに使ってます。だから出来上がりが結構ね、ポワンポワンというか柔らかいタイプのだし巻き卵ですんで、結構簡単に破けます。難しいなと思ったら卵を1個増やしてもらったりとか、お出汁を減らしてもらったりとか、ちょっと加減してもらえたら。んで、僕はこれを一度10倍にして30個 900cc 小さじ510つまみでいこうかなと。1回に合わせる量がね、これが1回 300cc だからね、切りがいいんですよね。皆さんがお持ちのお玉とかも何 cc 入るのかっていうのをね、測っておくと結構楽ですよ。ということで、まずは卵を割って、殻が入ってないかチェックしてトッポン。とりあえず一旦全部潰したら、切るようにして、ある程度しっかり白身が切れたら、お出汁に薄口醤油とお塩。一気にね、こっちに入れちゃうとお塩の溶け残しが分かんなくなっちゃうんで、ここでしっかりお塩溶かしてあげて、これらを一度合わせて、ちょっと味を見て、バッチリいいですね。そしたら一度これをこして、ちょっと大変なんですけど、この一手間で卵の殻ざとか、黄身を包んでる白い薄い皮とか、でもって切り切れんかった白身の大きな塊とかね、ああいったものも全部細かくなりますんで。では焼いていきましょうか。で、この時に用意するものとしては、もちろんこういったフライパンと、それから卵液っていうのか卵地っていうのかちょっとわかんないですけど。で、サラダ油とサラダ油を染み込ませたキッチンペーパー。こっちのペーパーがびしゃびしゃに油で濡れてると、後で広げる時にベターっといっぱいついちゃうんで、僕いつも滴り落ちないぐらいまでしか染み込ませないですね。油が多すぎるとどうしてもね、油臭いだし巻き卵になっちゃうんで。で、あと忘れちゃいけないのが巻きす。で、正式にはこっちにね、卵汁を持ってくるんですけど、こうやって注ぐような感じで。ただカメラの関係でちょっと今回こっちに持ってきます。では焼いていきましょうか。そんなにうまいわけでもないんですけど。まずは火をつけまして、プロの方はね、強火でガーッとやるんですけど、僕は優しめの中火ぐらい。そんなスピーディーに負けないんで。そしたらまずペーパーで縁までしっかり油なじませて、ここに溜まってる油は一度戻してあげて、で、どうしても中心部分だけ熱くなりがちなので、縁までしっかりとぬくめてあげて、で、温度の測り方は卵の音が一番分かりやすいと思うんですけど、まず温度が低すぎると、こういう感じの音で、逆に温度が高すぎるとこういった高いチャーって音。でも僕がいつも巻く時の温度はこういう音、ちょっと低めのジューって音。この温度になったら卵を加えて、広げながら大きな気泡を潰してあげて、で、まだ固まりきる前に最初は折りたたんで、最後巻きづらかったらここを一旦パッと外して、こうすると動きますんで、最後までくるんと巻いてあげて、薄く湯巻くとスライドで軽く湯巻く、ひたすらこれの繰り返し。下に卵をくぐらせて、余ったやつは下、気泡を潰して固まりきる前に巻いてあげて、最後スパッと外してちょっと動かして、最後まで巻き切って湯巻く、
スライド、油膜くぐらせて固まりきる前に、で僕大体4回で巻き切るので、これがラストで、最後これグッと持つと速攻でこれ破けますんで、軽く添えるだけにしてあげると綺麗になりますんで、それ最後縁で形整えてあげて、巻きすかぶせて形整えてあげて、あとはこのまま5分ほど休ませたら完成で、5分ほど休ませてもらうのがこちらなんですけど、あとは食べやすい大きさにカットして、これで完成。なんか我ながら中の隙間もあんまりなく、色もよくいい感じに焼けた気がする。そしたらこの作業をもうあとは黙々と繰り返すだけですね。これが1回目、これが2回目で、これが最後。明らかに上手くなったよね。だいたいこの辺ぐらいからね、だいぶコツをつかんできたんですけど、これに関してはもう完全に練習量ですね。うまく巻けるかどうか。とりあえずだし巻き卵は終わったので、今回のお味噌汁の仕上げ。まずはお出汁を火にかけて、今回のだし巻き卵にほとんどお出汁を持っていかれて、もう一回出汁を取り直したっていうのは内緒のお話。ぬくもってきたら冬瓜と豚肉加えて、さっとアクだけお掃除してあげて、そしたらちょっと火を止めて、お味噌を溶かせば冬瓜と豚肉のお味噌汁の完成で、最後仕上げにね、こうやって三つ葉とか散らしましょうかね。そしたらこちらが最後のそのものとサラダですね。酢の物完成。あとはごまをひねって、んで仕上げの刻みのり、大根の皮ときゅうりの即席サラダの完成。あとはこのだし巻き卵をこっちにサイズ変更して、そしたら片面に絞った大根おろしとお醤油を添えて完成で、今回残念ながら全部は乗り切らなかったんですよね。かといってこれをご近所さんにだし巻き卵巻きすぎたんで、もしよかったらどうぞっていうのはパワーワードが過ぎるかなと思いまして、これは僕の明日の朝ごはんかな。とりあえず冷蔵庫で待機ということで、だし巻き卵定食の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。赤な主で、今回乗り切らなかった分差し引いて、だいたいこれで75個分ぐらいですね。コレステロールが怖えとはいえ食べていきましょうか。いただきます。あーうまっ。ではまずはお口の潤いですね。いやでもこれ伝わるかな。もう冬瓜がお味噌を吸ってね、もう黒く染まってるんですよね。んでその冬瓜ももうトロットロ。あーうまっ。
でも冬瓜の柔らかさが尋常じゃねえ。もうまさに離乳食レベル。で、豚バラとの相性が抜群。今回さっと下茹でしてから加えてある豚肉なんで、一度ね、鍋底でこう焼くタイプとは違ってメイラード反応っていうのはしてないので、焼き目から来る強いバーンっていうインパクトではなくて、豚肉のね、脂の甘いところやったりとか、あとはこの豚肉の動物性の旨味だったりとか、そういったものが優しく感じられる優しいお味噌汁っていう感じです。僕結構こういう感じのが好きなんですよね。こんな見た目してますけど。では今回のメインディッシュのだし巻き卵に参りましょうか。ちょっとお醤油かけて、ちょいっと乗っけて、うまっ。作るよう的にも思いましたけど、中に全然ね、隙間がないんで、ちゃんとこう、キュッと締まってますもんね。で、しっかりお出汁の味と香りもするし。我ながらそんなに焦がしてるやつはないんで、歯触りもね、滑らかで気持ちいいし。おそらく焼きたてやったらもうこの層の一個一個の隙間から出汁がビュワッてこう飛び出てくるだろうなっていう感じのやつ。大根おろしたっぷり乗せて、やっぱこの組み合わせはもう外さんね。で、僕がやりたかったのは大根おろし乗っけて半分ぐらいで切って、一言で言うと、口の中出し浸し。溺れるかと思ったわ。僕、居酒屋さんに行ったら必ずと言っていいほどこのだし巻き卵を頼むんですよね。やっぱうまいな。ならば次は酢の物かな。いやー、うまいね。オクラは安定の、ポン酢漬けがあるようにね、このお酢の酸味というかね、よう合いますよね。そんでもってこのきゅうりに関しては、本日も異常なし。で、冬瓜の皮、ここがですね、ちょっとスイカの皮のところ、ああいったウリの香りもね、もちろん少しはするんですけど、しっかり塩もみをしてある分、そういった青臭さって結構軽減されてて、ちょっと歯触りの強いキュウリっていう感じ。キュウリがポキポキだとすると、ジョキジョキっていう感じ。全然伝わらん。こっちの酢の物に関しては僕はビールよりご飯の方が好きかな。では一度僕はここで食没に入ります。そんじゃ次ここら辺でこのサラダいきましょうか。いつも作ってるやつなんでも美味しいのは分かってるんですけど。もうこれはね、ビールよりかは酒の方が合う気がする。てか僕はいつもこれお酒で合わせるんですけど、どちらかというと甘口というよりかは、こういった水源とかね、ちょっと辛口めの方が僕は合う気がする。でもって夏なんで、冷やで。で、味としては、この大根の皮、悪く言えば、ちょっとね、臭みというか、青臭さが強い部分ではあるんですけど、もうそこも塩もみしてあげればある程度は抜けてくれるし、で、臭みも言い換えれば風味ですからね。普通の大根サラダよりももっと歯応えがあって、もっと香りが強いような感じ。で、癖があるところは、ツナ缶のオイルがもうそれ包んでくれるんで、そこまで臭くないんですよね。そんなればもう一回食物に入ろうかな。
ちなみにこの後、このだし巻き卵の味変もございますんで。というところで味変に参りましょうか。とりあえずちょっと机の上整理して、せーの。結構スッキリしましたね。で、同時にご飯と味噌汁とかね、補充というか、おかわりも済ませて、ちょっと一旦レンチンで温めてきました。で、今回の味変に何を使うのかと申しますと、明太マヨ。明太だし巻きがあるぐらいですからね。まあ、これも合うだろうと。はい、一応自家製です。本当はね、明太子を包んで炊きたかったんですけど、簡単に言うと、忘れてたっていうね。では、とりあえずこの明太マヨを、上にビヤーっと引いて、なんかちょっと面白いことが起きてますね、これ。僕が最初の方に巻いてたやつ、個人的にちょっと火入れすぎたかなーっていう感じやったんですけど、こっちがですね、普通に美味しいんですけど、こっちの最後ら辺に巻いてたやつ、自分の中では結構パンパンに焼き上がって、ああ、いい感じに巻けたかなっていうやつ。あんまり合わないんですよね。こっちの最後ら辺のやつって、中にね、たっぷりしっかりお出汁を抱え込んでるんですよ。だからこのお出汁の香りがね、心地いいなっていう感じだったんですけど、なんか茶碗蒸しに明太マヨをつけて食べてる感じ。こっちの最初の方のやつは、卵焼きに明太マヨをつけてる感じ。やっぱいい感じに焼けたやつは大根おろしが一番美味しいね。というわけでまた僕無言に戻ります。というところで残りがあとこれだけになっちゃいましたね。あと6つだけ。で、こっちに関しては、こちらの余った大根おろしと、それから明太マヨ。それぞれお好みで食べようかなと思います。ただちょっとこちらがもうですね、すんごく冷たくなっちゃって、ちょっとこのままだとお出汁の香りもあんましなくなっちゃうと思うので、ちょっとレンチンしていきます。ということで、ぬくめ直し完了。こっちが明太マヨ。で、さらなるちょっとしたアレンジとして、大根おろしに柚子胡椒。そしたらこの柚子胡椒大根盛り付けて、あとは食べやすくカットして、ちょっとかっこよくちょっとずらしてあげて、こうやって準備が整ったところで、ラストスパート。いや、ビールじゃないな。こっちやな。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。やっぱこう、お出汁の香りとかってやっぱ日本人の DNA に来るもんがありますよね。まあ実際僕にもうちょっとだし巻き卵を巻くね、スキルとかがあればもっとパパパッと作れて、もっとパンパンに仕上がるとは思うんですけど。で、まあ実際のところ、今回のメイン食材というかメイン料理がだし巻き卵になっちゃったんですけど、まあ個人的には今回、冬瓜とかオクラとかキュウリとか、なんかこういった夏野菜が美味しくなってきた時期でもあるかなと思ったりするので、特に冬瓜かな
どちらかというとまだマイナー食材な感じのイメージがあると思うんですけど、意外と食べれる場所も多いし、で、なおかつカリウムとかも入ってるんで、むくみ解消とかね、今効果がありますし、この時期結構飲み事が多くなってくる夏のシーズンだと思いますので、もしなんか特会がありましたら、ぜひ。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。